皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は幻想郷の新三大勢力のかな子、白蓮、巫女が語るコメージ姉妹の衝撃真実について解説していきますよ。タイトルにある通り、心を閉ざしているのは小石ではなく悟りっていうのはどういうことなのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。さて、まずは地霊殿の主人であるコメージ悟りについて解説したいところですが、そもそも地霊殿って何なのって方もいるはずなのでそちらから解説しますね。地霊殿は、灼熱地獄を管理するコメージ悟りの屋敷です。ちなみに床暖房完備らしいですよ。そうだ、冬は悟りん家に行こう。地獄は、地上に比べて非常に広く地へでの立っている旧地獄も例外ではないので地霊殿もかなり広いです。元地獄の都であり、今は地上を追われた荒くれ者たちが住まう旧都のことだぜ。そんな地霊殿の主が小石です。いや地霊殿の主は悟りでしょ。もしかしてレ夢ムさん鳥頭かな？冗談はさておき、コメージ悟りは悟り妖怪と呼ばれる妖怪です。ちなみに岐阜県の山奥に、人間の心を見透かす妖怪悟りが住むと言われているんだぜ。前回も話した通り、悟りは心を読める能力ゆえに、地上の人間と妖怪から嫌われて地上から追放され、この地底に来ましたが地底の妖怪からも嫌われていますね。阿久曰く、心を読めることは丸裸で話し合うということではなく会話がまるでできなくなるということを意味するとのことですよ。このことから他の人は誰も地霊殿に近寄りたがらないため、ここに来客は来ません。悟りも他の人とのコミュニケーションを避け、引きこもるようにして本を読みながら暮らしていて、ほとんど外に出ることはありません。かなり辛い能力を持っているよな。ですので、彼女は旧地獄にある地霊殿に引きこもり、完全に他人とコミュニケーションを放棄しています。それはさておき、この能力のおかげで動物には好かれるようです。心が読めるというのは、動物にとっては唯一無二の能力だからです。そのため地霊殿では数多くの動物が住んでいますよ。それにしても、地霊殿で引きこもっているなら悟りはどんなことをして過ごしているんだ？悟りは、自分の部屋で本を読んだりしているようです。特に心理描写の豊富な物語が好みとのことですよ。本を読んだり書いたりすることは、心読める者にとってエキサイティングな体験になるらしいですね。へえ、悟り自身も本を書くんだな。著者不明の物語の中に、彼女の書いたものがある可能性がありますので、探してみてくださいね。この前私はブックオフで悟りの本を見つけました。ブックオフに売ってるの？それはさておき、悟りはズンさん曰く今回の地霊殿で一番の大物と言われています。また、悟りの心を読む程度の能力は弾幕にも活かすことができて、相手の苦手な弾幕を真似て攻撃することができます。しかし、悟りはあまり身体能力は高くありません。そんな悟りには、同じ悟り妖怪である実の妹のコメージ小石がいます。次の章では小石について解説しますね。さて、なんとコウマ缶組を打ち破り、東方プロジェクト人気投票キャラランキング第4位となった、コメージ小石について解説しますね。小石はコウマ缶組でも、主人公キャラクターでもないのにここまで人気なのはすごすぎるぜ。そんな小石は、姉の悟りと同じ悟り妖怪です。ただし第三の目を閉ざし、他の人の心も読めなくなった悟りなのです。相手の無意識を操ることで、他の人に全く認識されずに行動することができるようになりました。たとえ、小石が目の前に立っていたとしても、その存在を認識することはできないのですよ。じゃあ、人の目の前で美味しそうに丸ごとバナナ食べても気づかれないってことなのか？どういう嫌がらせ？実際に、地霊殿のエクストラステージでは、天狗が警備する妖怪の山を誰にも気づかれることなく侵入し、その先にある守屋神社で、白霊霊夢や霧雨マリサと遭遇することになります。社名丸あややパチュリー、ノーレッジでさえも、全く気配を感じない、と言わせるほどの無意識を操れます。それはすごいな。無意識について詳しく教えてくれよ。無意識の状態では視界に映らない限り存在感がなく、視界に入っても道端の小石のように気にされることはないんですよ。そして、視界からいなくなればすぐに忘れられてしまうのです。つまりキテレツ大百科の石ころ帽子のようなものですね。石ころ帽子はドラえもんさんの道具ですよ。書籍によると、小石は能力は無意識を操る程度の能力ですが、修行も積んだ僧侶でも得得するのは難しいとされています。難しいということは、小石以外にも無意識の力を得ている者がいるってことか。それで、姉妹である小石と悟りの関係性はどうなんだ？姉の悟りも閉ざされた小石の心だけは読むことができず、いつもどこで何をしているのか把握できていないようで、心配しているようです。
そこで姉の悟りから、小石と遊ぶための専属のペットを与えられ、そのおかげで、少しずつではあるんですが小石も以前とは変わってきて、第三の瞳も少しずつ緩んできているようですよ。私も第三の目が最近開いたんですよ。いやそれ天さんの第三の目ね。また、東方神秘録の小石エンドにおいて、初めて小明治姉妹の会話シーンが描写されていますね。公式作品における姉妹の会話は初登場から約7年後となりました。悟りから小石への呼び方があんたであることも明らかになりました。ファンからもファン以外からもよく小石ちゃんと呼ばれることが多いですが、地霊殿にて伊吹スイカに小明人とこの小石ちゃんじゃと呼ばれていたり、すみれ子も小石ちゃん呼びをするので、ちゃん付けはただの虹での愛称というわけではないんですよ。へえ、それは知らなかったぜ。ちなみにですが、背を向けて、帽子を放り投げるという、格ゲーの画廊伝説シリーズ主人公、テリー・ボガードに似た勝利ポーズをしていることも、ただ、霧雨マリサに泥棒はいけないことよ、と言ったり、何かを尋ねるときは敬語で話しかけたりと、一般的な常識は持ち合わせていると思われますね。小石マリサの泥棒はいいんだよ。よくありません。礼儀正しく言葉遣いも丁寧で、もしかしたら姉より接しやすいように思えますね。しかし、友達がいないからでしょ？切ないなど余計な一言も多いのですが、ここもまた小石のいいところですよね。このように無邪気ではありますが、しっかり者という人柄がある一方で、れっきとした妖怪なだけあって、恋焦がれるような殺戮や、平和な人間から殺戮挙句の果てには、殺して地霊殿のエントランスにその死体を飾ってあげるといった、メンヘラちゃんのような発言もあります。ありがたき幸せ。本当に飾ってもらったら？それにしても小石、なかなかおっかないな。前回の危険度 S 級の中に入れても許されそう。そんな小明治姉妹のことに対して神子、かな子、白蓮の3人で話し合ったことがあります。いやいや、なんでそんな豪華メンバーで話し合ってるんだよ。例えると、タモリさん、ダウンタウンさん、ビートたけしさんを集めたようなもんだぜ。書籍東方愚問九樹にて最近幻想郷に訪れたメンバーである守谷神社の神様のかな子、妙蓮寺の白蓮、神霊長の巫女の3人が、これからの幻想郷に何をもたらすかという対談が行われたことがあったのです。このお方たちについて軽く自己紹介しますね。まず、東方神霊長ステージ6面ボスの豊里耳の巫女。彼女は、妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人で、別名聖徳王。モチーフは、古代日本のスーパー有名人である聖徳太子。もちろん巫女は女の子なんだぜ。次に紹介するのは、青蓮戦のステージ6面ボスの聖白蓮。人も妖怪も神も仏も全て同じという絶対平等主義者である大昔の僧侶で、人間を辞めた大魔法使い。ラストに紹介するかな子は、風神録のステージ6面ボス。外界から妖怪の山へ移ってきた守谷神社の祭神の人柱で、日本の神道の神。そして、この対談で司会進行をしたのがマリサです。メンバーめっちゃ面白すぎる。その時の話で、悟りと小石について話し合ったことがありました。かな子が人の心なんて読みたくないから引きこもっているんだろうねと言うと、神子が、その気持ちわかるような気がします。私は耳がよく同時に10人の言葉を聞き分けることができます。しかし、大勢の子供を同時に聞くということはいらない言葉も聞こえてしまうから、場合によっては卑劣な内容の言葉を聞こえてしまいます。これは非常に辛いものです。ちなみに、私が耳当てをしているのは、声が聞こえすぎてしまうからですよ。これである程度耳と精神を守っているのです。白蓮、なるほど悟りに対する地霊殿の存在があなたの耳当てなんですね。巫女、心を読みながらする心当てみたいなものがなければ人間や妖怪を寄せ付けなくするのが一番簡単な方法でしょう。なるほど、神子が耳当てをしているのには、そんな理由があったのか。神子は同じ能力で苦しむ気持ちがわかっているので、悟りのことを心配しているようですね。しかしここで白蓮が、心を閉ざしたのは姉の悟りさんの方じゃないの？心を読みたくないから人を遠ざけたんでしょ？それこそ心を閉ざしたということでしょう。でも、こいつさんはそれを克服し表に出てきています。巫女、なるほど心の読めない悟りには、心を閉ざしたのではなく心を捨ててからに迫ったと。白蓮、私にはそう見えます。これは修行を積んだ僧侶にも難しいことです。そうなると、その小石さんはぜひうちのお寺に欲しいわね。もしかしたら、修行の必要はなく悟りの境地に近づけるかもしれない。かな子、確かにペットにそんな名前をつけるのは、もしかしたら姉にも何か思うところがあったのかもね。ああ、悟りのペットの霊宇治うつほに置くという名前をつけたのにはそういう思いがあったのか。そう、話をまとめると能力を克服しようとした小石の方がある意味心は開いていて、地霊殿で閉じこもっている悟りの方が、心を閉ざしているということになりますね。さすがは、カリスマたちの会話だけあって考え方も違うな。先ほども言ったように、小石は東方地霊殿のエキストラボスとして登場します。ストーリーは、悟りのペットオクーが大きな力を手に入れたので、
自分も力を手に入れようと守谷神社の神様、かな子のところへ行こうとしているところを霊夢が止めに行きます。おそらくですが、小石は力を得て目立つことで他の人にも認識されようとしたのではないでしょうか？なるほど、ここでも小石は能力の克服のために動こうとしているわけか。そう、しかも複雑な人間関係を持たない子供とは会話が合うようですね。つまりは、一応悟りとは違ってコミュニケーションを取ることができるようになっているのです。へえ、小石の能力の克服による努力の成果が出ていたのか。さらに、小石は地上に出て結構いろんなところに足を運んでいるようですね。また、二つ何意図せずに心を閉ざした悟りとあるので、閉ざしたかったのは能力のみで、同時に閉じてしまっただけで、心そのものを閉ざす気はなかったということがわかります。あくまで、他の人とのコミュニケーションを取りたいがために能力を克服しようとしたことがわかるな。悟りは悟りで、霊夢たちと会って何かしらの変化があったと思うのでこれからどうなっていくか注目ですね。さて今回の授業はここまでにします。視聴者さんは米寺姉妹のどちらが好きか良ければ教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。